はい、今回は整数分野の問題で、二元二次の不定方程式、星3つつけてますけれども、難しめの不定方程式の問題、こちらを解いていこうと思います。今回は難しめなので、復習から入っていきます。今まで解いてきた問題、こういう2つの、ね方程式、あるいはこのような方程式ありましたね。これらの方程式のことを不定方程式と呼んでいました。で、不定方程式って何かっていうと、それは方程式の数よりも未知変数というのは x とか y のことですね。未知変数の数が多く、解が無数に考えられる方程式のことを不定方程式と言います。で、実際に出題されるときはですね、解の範囲を整数解に限定して出題することが多いということなんですね。なので、不定方程式というのは整数分野の中で出題されることが多いということです。はい、実際、整数の問題っていうのは、解法がね、いろいろと分かれています。ただ、その解法の必然性、有効性をよく理解していくことで、未知の問題を解決する発想の一つとして非常に有効になっていきますので、ぜひ身につけていってください。はい、で、この上の方の不定方程式、ね、これどうやって解いたかというと、因数分解を利用して解きましたよね。そして下の方であれば因数分解できませんので、因数分解できないときは範囲の条件から解の候補を絞り込むという手法を取りました。で、例えばね、実際この問題であれば y2 乗イコールに直したんですよね。x2 乗イコールにしない理由もちゃんとありましたね。この9が原因ですよね。はい。いずれにせよ y は自然数である前に実数でなければならない。当然自然数というのは実数に含まれていますのでね。ということは、条件をちょっと緩めて、このちょっと緩めるっていうのがとても大事なんですね。はい。まず y が実数である条件から考えようよということで、実数である条件、それは何かっていうと、2乗すると0以上であるということ。そして逆に2乗して0以上であれば、その数は実数と断言してよい。ということでしたね。これ必要十分条件になっています。ね。はい。なので、実数 y が存在するためにはということで、40-9x の2乗が0以上になるような x の範囲を考える。ね。y が存在するための x の条件を考えるということですね。はい。また、あるいは、このような問題を解くときにどういうふうに考えたかというと、こちら、ね、最小の文字、あるいは最大の文字を使って範囲を絞り込むんでしたよね。置き換えることで。y と z を実際 x に置き換えることで、このような不等式が導けます。で、これを変形することで、x は3以下となりますよね。で、x は0より大きい整数ですから、1以上であるということで、x は1、2、3のいずれかであるだろうということをかなり絞り込めるんですよね。はい、このように、置き換えで候補を絞り込むというのもとても重要な考え方です。ただこの不等式とても重要なんですね。でもしこれがなかったら、ね、どうしようということなんですが、とにかく最小の文字または最大の文字がないと解くことはできませんので、そういう時は自分で置いてやるんだと。ね、そうすれば解いてやることができるということですね。それでは今回の問題に移りましょう。はい、では例の10番をやっていきましょう。こちらどうやって解くか。まず最初に考えるのは因数分解できないかということですね。因数分解できたとしたらどういう形になるかなというふうに考えることが重要かなと思います。これはおそらく因数分解すると、こういう感じになるんですかね。イコール0になる必要はありませんので、なんか定数が来ていいんですよね。だからとにかく文字の部分だけちゃんと括弧の中に収まればいいんです。そしたら、A、B、C、D、E、F に当てはまる数が見つかればいいんですよね。ということで、これ展開してみると、x2 乗の係数、これは当然、
ね、A と D をかけたもの、AD、D ですね。次に出てくる項、考えられる項は、この2つの括弧をかけるわけですから、ね、1つずつ取り出してかけていくわけですから、次、xy 考えていいですよね。はい。じゃあ、係数は何か。かけて xy になる組み合わせ、ax×ey、それから by×dx ということで、ae 足す bd、これで、作れますね。はい。あと他にはどういう項があるかというと、2次の項から先にやっていくのであれば、次は y2 乗であろうと。じゃあ y2 乗はどうやって作れるかなっていうと、これは1パターンの掛け算しかないですね。by×ey ということで、プラス be という感じでやっていけば、あとは x の項と y の項、それから定数項というふうに書いていけばいいということですよね。はい。そしたらですね、これ、なかなかね、経験がないと気がつくのは難しいと思うんですけれども、こちら緑の枠でかけたものが、この青い枠の中になってますよね。これ何が言いたいかっていうと、C と F が関わっていないんですね。この青枠の中に。ね。ABD、この緑の枠だけで決まってるんです。ね。ということは、因数分解できるのであれば、まずこの緑の枠と青枠の関係がうまくつながっていればいいのかなと、ね、いうことで、これ x2 乗プラス 3x プラス 2y2 乗ですよね。これがこちらの緑の枠の掛け算で、表せればいい。因数分解できればいいということですね。はい、そうするとこれ実際因数分解できますよね。このようになります。ということは、この青い枠はもう表せるわけですね。はい。ということで、あとは C と F が分かればいい。そしたら C と F はどうやって求めるか。これはもうしょうがないので書き出すしかないです。はい。で、ちょっと確認をしておきますけど、こちらの整数は別にこの0というわけではありません。0である必要はありませんからね。とにかくこの括弧の展開したときに、この文字の部分が全部出ればいいんです。ね、定数項の部分は後で調節しますから問題ありません。ね、で、この0とは限らない整数が、このように移っていくということですよね。はい、そうしますと、こちら緑の2つの枠を計算すると、掛け算してやると、こういう式が出てきます。そして、x の項ですね。x の項の係数は、x×f と、それから c×x ですね。だから f プラス c。今度は y。ね。y であれば、今度は y×f と c×2y。なので f プラス 2c と。そして定数項である cf ですね。これを加えることで出てきますよということです。はい。そして、CF を求めなければいけませんから、これどうするかというと、最初の式がこれでしたよね。そして、この式なんですけど、この2つの式が一致するようにしたいんですね。マイナス 6x-8y が出るようにしたい。ということで、係数を比較して、はい、まず f プラス c がマイナス6になるようにしたいということで、この式を立てます。次に f プラス 2c がマイナス8になるようにしたい。ということで、この2つの式が成り立つ c と f を求めるということで、連立方程式を解けばよいということですよね。これを解くことで c と f が計算できます。実際マイナス2とマイナス4という値がわかるわけですね。はい、このように、最後はね、二元二次の連立方程式となりますので、因数分解を利用することで、この形にできるということですね。ですから、最初のこの2次の部分が因数分解できた時点で、連立方程式までの道のりが見えますから、もうこれは因数分解型だなと考えて良いということですね。はい。では実際に答案を作っていきましょう。
で、いきなり書き出すのではなく、こちらの2次の項の部分、青い枠の部分ですね。こちらの部分だけ取り出してきて、この式が因数分解できないかどうか試してみるんでしたよね。で、これ実際に因数分解できます。ということは、こちらの二元二次の不定方程式は因数分解を使って解けるタイプなんだなというふうに見通すことができたんですね。どういうことかというと、こういうふうに一次式の積に因数分解できるのであれば、この青い枠の部分は緑の枠の掛け算でもう出てきますから、あとは x と y が出てくればいいんですね。で、その x と y はx プラス y と f をかけたもの、そして c と x プラス 2y をかけたもので出てきますから、例えば x の係数であれば、こちらの x と f をかけて f、それから c と x プラス 2y の x をかけて c ということで、f プラス c がマイナス6になればいいですね。こちらのね。そして y の係数であれば、f と c かけるこの 2y の2で、2c プラス f。これがマイナス8。この2つの式を同時に満たす c と f を求めなさいということですから、これは連立方程式だということで、連立方程式として解いてやる。そうすると、マイナス2とマイナス4と分かるんですよね。はい。ということで、問題の与えられたこの方程式の左辺の部分、この左辺の部分は、この2つの括弧の掛け算を展開することで、文字の部分は出てくる。ただ、余計なものも出ちゃうんですね。マイナス2× マイナス4。この、つまりプラス8。これは余計に出てしまいますから、そこは引いておきましょう。ね。はい。そうすると、これが0と置けますので、はい、この与えられた二元二次の不定方程式は、丸1番と置きますと、このように書き換えることができますよということですね。はい、これを丸2番として解いていくわけです。はい、ここまでくればもう因数分解可能型の解法のパターンに入りましたね。次にやることは何かというと、x と y はもう整数ですからね。この括弧の中も整数しか来ません。ということで、かけて8になる整数の組み合わせを考えれば良いということで、表を用意して、x プラス y-2 と x プラス 2y-4 を書いてやりますね。で、かけて8になる2組の整数の組み合わせをとりあえず並べてやればいいですよね。このようにね。はい、そうすると全部で8パターン出てきます。はい、そしたら表を増やして、1番目と2番目、ね、これ、番号を一応つけておきますね。そしたら、1番目は全部ここの数字に2ずつ足してやると、x プラス y が出てくるんですよね。そして2番目であれば、今度は4ずつ加えてやれば、x プラス 2y が出てくることになりますよね。なぜならば、x プラス 2y から4を引いたものが、ここの数字なんですから、逆に言うと4ずつ足してやれば、x プラス 2y になるわけです。はい。ということで、1たす2。これで、x プラス y。2プラス4で x プラス 2y。この2つが出てくるということになります。はい、そして数字も同じように、1行目に2ずつ加えたものが3行目に入ります。そして2行目に今度は4ずつ足していったもの。これが4行目に入るということですよね。そしたら次にやることは何か。今度は、これ連立方程式と同じような考え方なので、文字消去ですね。どういうふうに消すかというと、x と y どちらを消去しようとしてもいいんですけれども、例えば、3番を2倍して4番を引くということをすると、どうなるかというと、3番を2倍してますよね。2x プラス 2y になりました。それから4番を引くわけです。そしたら、残るのは、これ x ですよね。これね。ということで、はい、3行目を2倍して4行目を引くと、これマイナス6ですね、この場合はね。同じように、こちらの4と8に対しても、4を2倍して、8を引いて、これは0と。同じことをどんどんやっていくわけですね。そうすると、数字が入ってきます。ね。
注意深く計算しましょうね。はい。そうしますと、今度は、y を、ね、出したいので、4番から3番を引きます。4番から3番を引くということで、こっちは4番。これね、出てきましたよね。そこから3番を引く。ということは、これ、残るのは y ですね。だから今度は下から上をどんどん引いてやればいい。12-3で9。8-4で4。ね。ということをどんどんやっていくことで、数字が埋まっていくということですね。はい。これで、x と y の組み合わせが全て求まるということで、書き出していきます。ね。こうすることで求めることができるということですね。はい。では練習問題ですね。ぜひね、自分で解いてみてほしいなと思います。で、これ明らかに、括弧1と括弧2はこれ誘導になってますね。この括弧3番の二元二次の不定方程式を解くための誘導になっています。ですから、括弧3番がそのままいきなり出されても解けるようにしておくといいですよね。はい、では、実際に解いていきます。まずは最初にやることは、2次の項が因数分解できるかどうかをチェックすることでした。ね、これ、因数分解しようとするとできますね。ということは、この括弧3番の不定方程式は、因数分解可能型だなということがわかります。そして、一次式の積でね、表すことが目標でしたから、この式をこのように置くんでしたよね。一次式の積。で、この2つの括弧をね、展開したときに、とにかくこの文字の部分が出てくるように A と B を設定してやるということでしたよね。はい。そうすると、これ、A、B はもちろん定数で、1番、2番と番号を振っておきます。そしたら、まず、6x2 乗プラス xy-2y2 乗。これはね、この2つの 2x-y と 3x プラス 2y をかけて必ず出てきますよね。で、問題は x と y の項ですが、x であれば、a×3x と 2x×b で 3a プラス 2b。それから y であれば、マイナス y×b と a×2y で 2a-b となりますね。ということで、残りの部分もこのように書き出せると。ね、定数項はプラス ab となります。ということは、これが丸1の式と同じになればいいんですよね。はい。なので、比較しますね。そうすると、3a プラス 2b はマイナス5になってほしい。それから 2a-b は6になってほしい。ということで、この連立方程式が出来上がるということで、あとはね、解いてやればいい。はい。これを解くと、a が1、b がマイナス4とわかります。ということは、k の値は a×b ですから、マイナス4ということですね。はい。したがって、丸1、丸2から、はい、6x2 乗プラス xy-2y2 乗 -5x プラス 6y-4。この式は、この形に因数分解されるということです。もちろん確認ですが、k はね、ここに来てますよね。それから a と b もここにちゃんと入ってます。はい、では、いよいよ括弧3番ですね。こちらの式ですね。問題の式ですけれども、こちらの式、まず括弧2から、こちらの式がこのように因数分解されるということが分かってます。ね、でも問題は丸3番の式なんで、これ合わせてやらないといけないですね。どういうことかっていうと、この式にあと16引いてやればね、いいわけです。で、この赤い枠の部分は青い枠の部分で置き換えられますので、ね、このように因数分解できて、ね、このように書き換えられると。でもちろん自然数の組 xy ですから、1以上1以上ということで、ここでね、気がつくと、楽になるということで、3x プラス 2y-4、これ1以上しか取らないですね。なんでかっていうと、x も y も一番小さい時が1なんで、3たす2が最小なんですね。ということは5以上です、こちら。5以上の数から4を引きますから、結果は必ず1以上ということですね。では、表を作っていきましょう。
かけて16になる組み合わせを考えれば良いということです。そしてさらに、一方の括弧はね、1以上の数しか取らないので、これかけて16になるためには、こちらも正の整数じゃなきゃダメですね。ということで、だいぶね、候補が絞り込まれるんですね。はい、1、16、28、44、82、そして16、1と、この5パターンだけになります。で、当然、今までと同じように、1行目から1ずつ引いてやれば 2x-y の値が出てくるし、2行目の数に4ずつ加えてやれば 3x プラス 2y が出てくるということで、表を加えて、はい、2x-y と 3x プラス 2y、ね、どんどん計算をしていきましょう。2行目も同じようにできますね。そしたら今度は、加減法と同じようにして、文字を消去してやればいい。どちらを先に消去しても問題はないんですけれども、y を消去しましょうか。y を消去するためには、3番目を2倍して、4番目を加えてやればいいですよね。はい。そうすると、こちらが2倍することで 4x-2y となります。で、y が消去されて 4x 足す 3x が残りますから、7x ですよね。はい、そしたら今度はこちらの数も3行目を2倍して、4行目を加える。この場合は20ですね。で、その次であれば2足す12というふうに計算していくわけですね。はい、そうすると、こういうふうに出てきます。で、ここでね、気がつくといいかなと思うんですが、7x、これ x は整数でなきゃいけないんで、7x の数も実は、これ7の倍数じゃなきゃダメなんですよね。ということで、7の倍数でないものは候補から外れます。この20はね、7の倍数ではないですから、候補から外れますね。ということで、x は、はい、7で割ることで求まるということです。そして次に y ですけれども、いろんな求め方があると思いますが、じゃあ、ちょっとこの3行目の 2x-y にね、代入する形でやっていこうかなと思います。はい、まずは、こちら、ね、ここに当てはまる数を考えましょう。2×2-y は1。これを計算すれば y の値出てきますよね。はい、2x-y。この x に2を代入した形になってますよ。ね、したがって、こちらイコール1ですから、答えは3ということですね。はい、同じようにしてね、2×2-y イコール3。ですから、こちらの x に今度は2を代入して、で、イコール3ですよね。こちら。ね、そして1とできると。で、最後も同じように方程式を立てることで計算できる。ただこれ、すぐ消してしまいましたけど、マイナスの値が出ちゃうんで、ね、y は答えから除外します。ね、自然数で今考えてますからね。ということで、答えの組み合わせ、ね、xy が自然数であることを考慮すると、左の表のようなものができますよと、ね書いておいて、表から、この2つが答えですと書いてあればいいですね。この部分別に書かなきゃいけないとか、そういうことも特にないかなとは思いますけれどもね。はい。これで答えが出たということですね。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。